とは具体的にどのような場所を指すのでしょうか？いろんなバーがあるからね。もう基本的にざっくり言えば酒を飲む場所、他人と酒を飲む場所だね。まあいろんなお酒があっていろんなお酒の種類が飲めて、でもまあ一般の人たちが思うバーってのはやっぱ暗くてさ、お酒が並んでるバックカウンターがあって、それこそバーがあるからカウンターがあってっていうのが、バーのイメージを皆さん持ってるんじゃないのかな。一言で言ったら、お酒を楽しむ場所っていう感じ。酒を楽しむ、空間を楽しむ場所ってまあ俺はその両方かなと思うかな。空間とお酒を楽しむ場所。バーにも種類があるんですか？いろんな種類のバーがあるんですか？まあそうだね。言ったらもう外国人の人に言わしたらもう居酒屋もひっくるめてバーじゃないの。なんかバーっていうのはさ、まあでもほら結局世界中いろんなバーがあるにしても、まあ日本のバーっていうのはまた特別かなとは俺は思ってるから、やっぱり日本のバーの中でもやっぱりこうカジュアルなものから結構オーセンティックって言われるような、まあ俺はオーセンティックっていうのはよくわかんないんだけど、まあそういうバーの幅で言ったら本当にこう日本で言ったらカジュアルなバーもあるし、まあ結構うるさいうちみたいに結構大きな声で喋るなとか、服装はどうだとか、そういうところもあるっていうのは、まあでもそれはある程度守らなきゃいけないルールだから、まあそういう場所じゃないかなバーっていうのはね。バーは日本だけではなくて、世界中にあるんですか？世界中にあるね。まあバーの発祥なんていうのはもともとヨーロッパだったりアメリカだったりみたいなこと言われてるから、まあいろんな諸説あるし、ただ日本はもう独特のバー文化を築いたっていうかね、まあ俺が、世界中飲み歩いてるわけじゃないけど、まあいろいろ話を聞いたりとかしてる限りじゃやっぱり日本のバーっていうのはもう特別、やっぱり、そう思うね。マスターの今話にあった日本独自のバー文化っていうのはどういうものなんですか？まず基本的にこうなんだろうな、やっぱりチャージ、お一人様500円、1000円、高いところだと2000円ぐらい取ったりする、そういうチャージをお支払いしてまず席に着いて、お通しなりなんなりチャームが出たりとかで1杯いくら、みたいな感じで、そういうスタンスとしてはそうお金の支払い方法に関してはそうだと思うんだけど、チャージ席について1人当たりお支払いするお金のことだと思うんですけど、このチャージはなんでこうあるっていうか存在するんですか？知らない。それは知らないですか？前からあるんだよ俺がこの世界入った時から。そうですか。でもやっぱそれ不思議に思うよな、チャージってなんだろうって。その日本のバー文化、味でいうと、その海外のバーと味とかカクテル作りとかの面では違うんですか？やっぱり基本的なこうなんていうの、もののお酒の量なんかもちょっと違ったりするしさ、やっぱりこう単位も違うじゃない、日本はミリでやったりとかさ、ミリリットルみたいなさ、でもほら向こうはオンスだったりとか、あとはなんだろう、デシミリリットルとかな。デシミリリットルですか？そういうだから単位の差があるんじゃないの？バーではどのような種類の飲み物を飲むことができるんですか？バーで飲めるものって言ったらまず本当にビールから、ウイスキーまで、あとはもう中にはもうカクテルいっぱい、だから要はその端と端を合わせてあってカクテルになるから、ビールベース、ウイスキーベースじゃないけど、でその他にはブランデーもあったりとかスピリッツもあったりとか、ウイスキー、ウイスキーだって日本のウイスキーだけじゃないし世界のウイスキーってたくさんあるし、あとはそうだな、ワインも飲めたりとかシャンパン飲めたりとか、だから基本的にはもう何でも飲めるよ、やっぱ洋酒、ただバーで焼酎置いてあるところもあると思うし、だからそれはもうとにかく酒をいろんなのが飲めるのはバーかなっていう、お酒の専門店っていうのはそうだね。こちらのバーで特に人気のあるドリンクと、その理由について教えていただけますか？多分一番出てるのはそうだね、ジントニックなんかやっぱ基本の木みたいなのがあるからさ、バーテンダーの力量が出るなんていうことも言ってました。そうだけどそんな偉そうなもんじゃないから、なんかバーのちょっとなんて言うんだろうな、バーの一杯まず何飲むかって
おすすめって言われたらまあジントニックおすすめするよ。決してマティーニなんかそれでできないよ。やっぱり強さもあるし、鈴みたいに全く酒の飲めない、腰抜けみたいな野郎たちが作れねえぜ。そんなこと思ってたんですか。バーで過ごす際の楽しみ方にはどんな過ごし方があるんですか？バーの楽しみ方っていうのはやっぱりお酒が好きな人だったら、お酒を今日はどんなの飲んでみようかなと、この間これ飲んで美味しかったからこれに近いものを飲みたいなとか、もしくはそうだね、カクテル、だったら名前は知ってるけど飲んだことないとか、まあでも楽しみ方ってまあいろいろあっていいし、まあ自由なんだけど、ただ自由の中の一個を必ず守らなきゃいけないみたいなところは守って飲めばいいだけだから、楽しみ方っていうのはまあ本当基本自分が楽しめばいいってことじゃなくて、他人に気を使いながら楽しむってことがまず一番で、そこができなかったら楽しみなんかできないから、まあ、バーの楽しみ方っていうのは基本はそういうとこかな。別にスーツ着てドレス着てみたいなのはないから、まあ、短パンサンダルやめりゃいいかなぐらいの感じで、でそれでまずその基本のスタートラインに立ってくれれば、あとはもう楽しみ方っていうのは、ウイスキーを飲んでみる。ただ弱かったらカクテル弱いの飲んでもいいし、で楽しい話をしてもいいし、お酒を楽しむ、会話を楽しむ、空間を楽しむみたいな、そういう楽しみ方でいいんじゃないかな。バーに行く時の人数っていうのは何人くらいがやっぱりいい、1人の方がいいとか2人ぐらいがやっぱり適正とかっていうのはあるんですか？いや2人だよ、やっぱり言い切るわけにいかないけどね、俺も4人でバーよく行くから、4人で行くんですね。まあそれはないけど、まあでもやっぱり4名様ぐらいまでがやっぱり、うちだって4名様のテーブルしかないから、一応基本的には4名様ぐらいが、でも4名様で来て静かに飲ませるとか静かに飲んでもらうみたいのはどっか心苦しいところもあるから、だからまあ2人ぐらい楽しんで飲んでってくれるのが一番嬉しいかなと思うけど、まあでもほらやっぱり本当にウイスキーを楽しむような4名様もいるし、ただ一杯ずつワイワイ飲みたいみたいな人もいるからさ、でもルールっていうよりはまあでも2人で行くのが一番いいんじゃないの？やっぱり女の子を誘ってとか、男だったらちょっと口説きたいとかさ、でちょっと自分の知ってる酒を飲ましてあげたいとか、じゃあ逆に一人で行く、バーに一人で行くっていうのは、あんまりこう推奨されないものなんですか？そんなことない。バーはやっぱり安全に一人で飲める、男女問わず、そういう場所だし、やっぱバーっていうのはちゃんとそうやってバーテンダーっていうのも守るから、バーをね、ということはお客さんを守るってことだから、まあそういう意味においてはやっぱり安全だし、一人でゆっくりの時間を楽しめるし、でほら一人って自分の時間で自分の都合で動けるからさ、他人に気を使うとかって一緒にいる人に気を使わなくて済むっていうのはさ、なんかいい飲み方なんじゃないかなと思うよな。初めてバーを訪れる方に知っておくといいマナーとか、バーに行く際の心構えのアドバイスをいただけますでしょうか？初めてバーに行く人、初めてバーに行く人ってまあでもだからさっきの話じゃないけど、まずちょっとジントニック一杯飲んでみな。でとりあえず変な格好しなきゃいいし、で香水バシバシつけなきゃいいし、あとは泥酔してこなきゃいいし、大きな声でなんか喋ったり、まあいきなり電話で話したりとか、まあそんなことしなきゃいいとかって多分まあそのくらいの、まあ一応心構えがあれば大丈夫じゃないかな。であとほらなんかちょっとなんか一人で行ったら一人の人に声かけたりとか、それはそれでいいんだけどさ、でもそういうのは気をつけなきゃなっていう嫌がる人もいるからさ、まあだから要はさっき言った通り他人に気を使うっていうか、様子見て話が盛り上がったらね、なんかちょっと、そういうのもありだし、そういうのも、いいけど、でも絶対話しかけちゃダメだって場合もあるからね。知らない人に話しかけない、初めての人に話しかけないでください。じゃあそこはやっぱ郷に入れば、そうだね、そのバーのやり方もあるし、それがやっぱ面白いところだよね、やっぱバーって。バーで使われる用語だったりとか、バーで使う専門用語みたいなもので覚えておくといいものがあったら教えてください。例えばジントニック、ピンでとかさ、2つリャンコとかさ、それお寿司屋さんのやつですゲタレとかね。それお寿司屋さんの
バーの使う用語ってあって、俺そんな用語ってなんだろうな。チャージなんかはその知らない方で言ったら知らないまあそうだな。チャージ、シングル、ダブルとかも、あとあれじゃねえか、 MM とかメーカーズマークとかそうかっこいいじゃん。カナディアンクラブ CC みたいな。それこっち側のそんなんでいいんじゃねえの。ジントニックはジントニみたいなさ。でもまあそんな、まあ難しいことはないんじゃねえかな。そんなワードでとか用語でとかっていうのは。マスターのこのバーでのお仕事のこだわり、教えてください。こだわりって別に自分のやれることをやってるだけだから、ちゃんとしたものを作りたいっていう、まあ、こだわりはあるけど、でもなんかその嘘がないっていう仕事がしたいだけ。なんかもう騙すみたいな仕事はしたくないっていうか、まあいいやこれでとか、あとはでももうそれ以外はもうちょっとほらこっちもなんか偉そうにやってるからさ、まあ別にこだわりっていうか、なんかそんな、なんかもっと腰低くやんなきゃダメだとかいろいろ言われるけどさ、でも無理だもん。嘘がないな。そう、嘘がない仕事がしたい。一生懸命きっちり掃除して、きっちり片付けて、そのくらいかな。最後の質問です。マスターは今後、日本のバーという空間がどのようになっていってほしいですか？空間もしくはバーは多分そうだね、もう80年代90年代と変わってるからさ、まあいろんなバーのスタイルがあるけど、やっぱり今のままであってほしいね。今のバーがもうずっと続いてほしいっていうかさ、進化する必要は今結構いいとこまで来てると思うんだよ、日本のバーっていうのは。だからなんか変なガチャガチャした、じゃなくてやっぱジャズみたいな感じで、いつまでも聴かれていつまでも聴いていたい、どんな年代でも聴いてくれるみたいな、なんかその、古き良きみたいな、そういうのを継承していってほしいかなと思うよね、やっぱね。スタンダードカクテルを大事にとかな。そんなの作れねえやつにオリジナルなんか作れねえんだよ、みたいなねことを聞いたことある。そんなのも作れねえやつがオリジナルなんか作ってんじゃないよみたいな。やっぱ美味しくジントニック作ったり、美味しくマティーニ作ったりみたいな、そういう気持ちでこうバーってこのまま続いてほしいなと思うね。バーは人への思いやりが大切で、お酒を楽しめて自由な場所だっていう、そういうそうだね、ことですか？何でもありじゃないよっていう感じ。ただ何でもあってもいいんだよみたいなところはどっかあるっていうかさ、そういう感じかな。ありがとうございます。今日は皆さんのそのバーについて、バーってどんなとこなんですかみたいな感じの、そういう質問に、今日は答えてったわけなんですけど、まあでもその答えが全てじゃないんで、だからまあこれを何かの参考にしてくれて、皆さんが楽しくお酒が飲めるバーに行ってみようかなって気持ちになってみたり、バーが好きになったり、そんな風になってくれたら嬉しいなと思って、今日は質問に答えさせていただきました。以上です。ありがとうございました。はい。